こんにちは、ケイスケです。今僕は16区のラミュエットを歩いています。今気温は11度で暖かくはありませんけど、少し晴れ間も見えて穏やかな天候です。小さな広場からブーローニュの森まで含めると、パリには500以上、約2300ヘクタールの緑地があるそうです。パリの面積は1万500ヘクタールなので、約 20% が緑地ということになります。街路樹の葉はまだ完全には落ちていません。天気予報によると来週は連日気温が5度以下になるようです。来週は落葉がさらに増えそうですよね。こんなところにポニー乗り場があったんですね。この空の感じだと今日の夜は雨が降らなさそうなので、少し外に出てみようかと思っています。ということで、オペラ座の真裏にあるギャラリー・ラファエットまでやってきました。プランタンから少し遅れて、ギャラリー・ラファエットもクリスマスの装飾が終わったようです。もう1年が過ぎようとしているんですね。そういえばパリの市長イダルゴさんはこのオペラ座の裏も含めて2026年までに17万本の木を植える計画を発表しています。このどの辺りに植樹する予定なのかなってとても興味があります。ギャラリー・ラファエットの屋上にもまあまあ人が出ているようです。長らく閑散としていたオスマン通りですが、最近は車の数も随分増えてきました。街行く人々の中にマスクをしている人が増えたことを除けば、この景色を見ていると何もなかったような、そんな気持ちになります。この数日前に恒例となっている大きなクリスマスツリーがドームの下に吊るされたようです。フランスも日本もデパートの地上階一番下にあるのはコスメや香水です。向こう側に巨大なツリーの下の部分が見えています。そういえば化粧品や香水などの香りがする商品が地上階の一番下にあるのは、香りが充満しないようにということも理由の一つだと聞いたことがあります。人々の出入りによって外気も入りやすく、換気効果もあるようです。クリスマスツリーのことをフランス語ではサパン・ドゥ・ノエルと言います。サパンとはもみの木を、ノエルはクリスマスを意味します。いつからこの大きなサパン・ドゥ・ノエルが飾られているのかと調べてみたら、どうも1976年のクリスマスからのようでした。それにしても大きなサパン・ドゥ・ノエルですよね。その重さは4トンもあるそうです。この巨大なサパン・ドゥ・ノエルが設置されたばかりとあって、今日はたくさんの人が来館しています。ある記事によれば毎年200万人の方がこのクリスマスのイベントを見に訪れているそうです。このドーム真下の吹き抜けに面した箇所には、どの階にもちょっとしたカフェがあります。室内なのに開放感があっていいですよね。今年はパリ出身の女性イラストレーターレア・シャサーヌさんの手掛けたキャラクターが店舗内外を楽しませてくれています。このクジャクが羽を広げたようなドームの高さは43メートルもあるんですね。例年と同じく30分ごとに照明が消え、音と光のショーが行われます。ということでキリがなくなりそうなので外に出てきました。先ほどよりもさらに多くの人々が行き交っています。子どもと家族のマーケティングリサーチを行うジュニアシティとおもちゃ小売店のキングジュエが14歳までの子どもを持つ保護者900人に調査を行ったところ、38% が昨年よりも早くクリスマスショッピングを開始しているようで、56% は11月15日以前にすでに開始しているようです。12月に入ってからの購入を予定しているのは 24% と4人に1人の割合になっています。
今年は皆さん特にそのほとんどがアジアで生産されているおもちゃの供給難による品不足を想定しているそうなんですよね。というのも一定期間閉鎖してしまっている工場があること、海上輸送が高需要で大幅に遅れていることが要因だそうです。現在世界的なロジスティクスチェーンの混乱が起きています。コンテナを探すのはどんな航路であっても非常に困難で、また船のスペースが確保できず遅れてしまうこともしばしばとか。特にアジアヨーロッパ間ではもともとピークシーズンは年末のブラックフライデー、クリスマスといったビッグイベントの数週間前に始まり、中国の旧正月の約1ヶ月後に終わるそうで、この時期は輸送量の増加によってスペースが不足し、自動的に運賃が上昇するようなんですよね。フランスでは子どもたちがクリスマスの朝ツリーの下で発見するおもちゃの数は平均して 2.9 個、そして保護者の子ども1人当たりの平均プレゼント予算は131ユーロだそうです。 80% の人がプレゼントの一部をインターネットで選ぶと回答していて、でもプレゼントを探すために10人中9人は直接お店に行くことも決めています。クリスマスの雰囲気を家の外で感じながら買い物を楽しみたいというのもあるのかもしれませんよね。ちなみにオンラインショッピングについては 54% が Amazon、 22% が専門チェーン店のサイトを利用しているとのことです。また最近は中古のおもちゃもよく流通しているようです。日本でも個人売買が盛んですものね。日本の場合クリスマスは外国のイベントで12月の24日と25日の2日間だけでほぼ終わりますけれど、欧州のクリスマスってそう考えると随分長いイベントだと感じます。まだ時間があるのでもう少し歩いてみようかと思います。ジャンヌ・ダルクの像が金色に輝くピラミッド広場です。ということでそのままピラミッド広場までやってきました。というのもクリスマスマーケットがチュイルリー公園で始まったと聞いていたので、ついでに見てみようと思ったんです。一般車の通行が規制されているリボリ通りはひっそりとしています。そこから入場できるようになっています。もちろん出入りは自由で入場料はかかりません。まだ11月ですけど、まあまあ賑わっているようです。トゥールーズ地方の特産品トゥールーズソーセージを味わえるお店です。全然関係ないんですけれど、トゥールーズには航空機を製造しているエアバスの本社があります。こちらはタルチフレットのお店です。玉ねぎにじゃがいも、ベーコン、あとローブロッションというサヴォワ地方のチーズが材料の料理です。体が内側から温まりそうな料理ですよね。そしてこちらはラクレットのお店です。この間訪れたデパートのベアシュベイでも目にした専用のコンロがチーズをトロトロにしています。他にもいろんなお店が出ていますよね。これはハンバーガー屋さんのようです。他にもこの生牡蠣のお店にチーズ屋さん、このサンドイッチ美味しそうに見えません？ここに生ビールがあったんですけれど、あまり見かけたことがないビールだなと思ったらベルギーのアルデンヌ地方発祥のビールでした。この真ん中のバルシュタイナーはドイツのビールです。赤ワインにシナモンとオレンジやレモンなどの柑橘類を足して温めたヴァンショーのお店です。ヴァンはフランス語でワイン、ショーは熱いを意味します。寒いところで飲むと美味しいんですよね。この大きなお皿のようなもの、これ何かと思ったらこれパルメザンチーズなんですね。この中に熱々に茹で上がったパスタと具材を入れてカルボナーラが出来上がっていました。これ魚をこんな風に火で炙っていて美味しそうだったんですよね。この辺りでは遠くからでも目立つ高さ50メートルの観覧車です。この兵隊さんの人形、
敷地内の至る所で見かけます。さっきより人がだんだん増えてきたような気がします。この輪投げのゲーム、一見簡単そうに見えるんですけれどね、そうでもないようです。文字を見るだけで口の中が甘くなりそうなクレープとワッフルのお店です。ここにも列ができていますよね。ちょっと某遊園地に出てきそうなクリスマスツリーの横にあったのは栗屋さんでした。実はこっちでまだいった栗を食べたことがありません。日本の天津や甘栗美味しいですよね。マロンとは書いてありますけど、実際に用いられているのはシャテーヌという品種です。ちなみにマロンという品種は食べれません。どうして商品名はマロンになるんでしょうね。サンタさんと写真が撮れる写真館です。本当に大きなお世話なんですけれど、外に掲載されている料金表がせめて子供には見えなければいいのになんて僕は思ってしまいました。そういえばフランスでは6、7歳がサンタクロースの存在有無を認識する境目だという記事を読んだことがあります。誰も乗っていませんけど、小柄で可愛らしいメリーゴーランドです。このちっちゃい子用のトランポリン可愛いですよね。見てる保護者はとっても寒そうですけど、こんなベンチがありました。ここなら無料でサンタと写真が撮れますよね。他には遊園地のようなアトラクションもあって、地方の特産品や小物屋さんなどのお店も出ています。ここはキャンドル屋さんで、これはキャンドルグラスのようです。フランスでは香りのするキャンドルはとても人気があります。カラフルなのも人気の要因です。鎌倉のようなものがあるので覗いてみたらシャンパーニュのポメリでした。2021年のシャンパーニュの販売は上半期の出荷量の伸びが非常に大きく、現在は再び軌道に乗っているそうです。去年は相当売れなかったようですね。スケートリンクがありました。クリスマスマーケットのことをフランス語でマルシェ・ドゥ・ノエルと言います。ちなみにこのチュイルリー公園のマルシェ・ドゥ・ノエルは元は2008年からシャンゼリゼ通りで開催されていたもので、パリ市議会の決定で2016年を最後に2017年から場所をここチュイルリー公園に移しています。昨年は開催が見送られているので今年で3回目の開催です。大きなチーズが並んでいます。直径80センチはあろうかというチーズもたくさんありました。メルヘンチックな可愛らしいマカロン屋さんです。そういえばマカロンで有名なラデュレはパリをはじめフランス国内外に数多く出店していますが、先日2020年以降完全にスイスでしか製造されていないということでかなり話題になっていました。実は2012年からアジアや北米向けのマカロンはスイスで製造されていたそうです。たとえ中身が同じであっても、なんというか生産地ってやっぱり大切ですよね。サンタクロース専門のおもちゃ屋さんです。サンタクロースが綱や階段を登ったり降りたり、いろんなおもちゃがあるんですね。テーブルがあって着席ができるレストランもありました。敷地内には有料ですけどトイレもあります。右側にあるのはキャッシュディスペンサーです。風船に入って水の上でバタバタしているお客さんは楽しそうですけど、店員さんは震えながらストーブに手を当てていてとても大変そうです。そしてその脇を絶叫とともに宙に舞っていく人たち。こんな寒い日に僕は絶対に乗りたくないですね。どうもそこで行き止まりのようですね。この日曜日の夕方、シャンゼリゼのイルミネーションが点灯しました。
当日は11万人近くの人々が集まったそうです。なかなか落ち着かない日々は続きますが、希望を持って過ごしたいものです。ということで、明日もいい日になるといいですよね。それではまた。